基本的に格闘ゲーム、まあ別に DJ 戦に限らず、大抵どの組み合わせでもどのキャラでも、同じ共通の答えっていうのは、相手が何もしねえって思うんだったら、ちょっと待ってね。さっき、なんとかさ、よいしょ。7分でいいので自分のリプレイ見てほしいですが、2個来てるんだけど。佐久間学ぶ。あれ佐久間学ぶって俺知ってんな。あ、ミルダム時代いたね。ガイル使いの人じゃなかったっけ？違う？あ、そうだよね。そうそうそう。なんかね、覚えてるわ。なんかゴールドぐらいじゃなかった当時。ざっくりの記憶だけど。違ったっけ？よいしょ。まだ、ガイルを使ってたね。でも俺、ガイルわかるかな？学ぶぐらいのランクだったらわかるか。はい。豪気かーい！わかるよー。例えば今で言うと、まあ、俺もね、できてないことあるけど、一応ここは昇竜入れた方がいいよ。一応ね、昇竜入れると確定だから、相手がレンガ作ってないとね。いやー、このぐらいのランクになるとアドバイス無しいな。基本的なことはできてるもんな。まあ、ちょっと、あんまり見つけらんないから、見つけらんないっていうか厳しくしないと見つけらんないから、ちょっと厳しめにしないとダメかも。明らかにこれができてないみたいな感じじゃないから。まあ、ここ恋愛になってないね。まあ、相手が勝利打ってないから、いいところだけど、まあ、勝パン打つんだったらレンガ作った方がいいかな。レンガ作んないんだったら、まあ、終盤がいいと思う。で、これ、中盤重ねって、マイナス1で、しゃがみ中盤ね。しゃがみ中盤って、マイナス1で、その後続かないから、しゃがみ中盤重ねるっていうのは当てに行くっていうことなんだよね。立ち中盤の場合は、プラスプレームだから、リターン少ないけど、攻めが継続するから、まあ当たってても当たってなくてもどっちでもいいかなっていう気持ちで打つんだけど、しゃがみ中盤打つときは、当たってないと打つ意味ないっていうか、当たると思って打つ技だから、これをヒット確認してないのは、ちょっと一貫性がないね。じゃあ、タッシュ中盤でええやんってなっちゃうから。ここは、しゃがみ中盤重ねた以上は絶対ヒット確認。そんな難しくないしね。そもそもマイナスプレームの技だから。個人的にはこの状況で、しゃがみ中盤重ねても、リーサルじゃないから、重ねるんだったらタッシュ中盤の方がいいのかなっていう気はするけどね。そもそもね。しゃがみ中盤重ねても、なんかフルコン行ったとってさ、フルコン行ったとて、終わんないから、こんな感じで。そう、全然足んないから、まあ、一回投げてもまだ終わんないかな。いや、終わるか。一回ぐらい投げたいよね。ちょっとやっぱこれおかしい。シャーチュー重ねるのがそもそもなんか、違う気もするし、やるんだったら絶対一確認だよねっていう。まあ、DJ 戦は、相手にためがあるときは、は、だいぶリスクあるね。そこは、溜めてんなーと思ったら、溜めてて、D ゲージがもう、まあ、5、6本あったら、とりあえず撃つって思った方がいい。DJ は。弾を撃って負けるのはね、かなりもったいないね。この組み合わせに関しては。弾自体撃っちゃダメとは思わないけど。DJ 戦、ためある DJ に撃つのは、だいぶ、なんちゅうんだろう。こいつら撃つから。こいつらって撃つんだ、ボディ弾。ちょっと待って。ここでは2種類のコンボが良いとされてます。コンボっていうか、一つは、自分が端背負ってるんで、これ、どうこの状況。この状況好き？この状況好き？こういう状況。この状況好き？もしくは、こっちだね。こっち。一応開始の真ん中まで好きです。そうだよな。好きだよな。豪気だもんな。好きだよな。でも、学がやったの、見ていこっか。
置き攻めつかない。置き攻めつかなくて、相手のラインも、まあ相手は後ろの方行ってるけど。で、まあまあこんなことしてるけどね。まあおすすめはですね、僕は裏投げですね。しかも体力超差ついてるから、今更ね、ちょっとライン上がっても勝てねえんだけど、これ勝つっしょ、こっから。ね、号機だし。あっという間だよ。痛恨で勝てます、痛恨で勝てますから。これね、ちなみに、ちょっとこれは俺もまだどうした方がいいのかってのは分かってないんだけど、DJ 相手には、DJ って、追っかけるの大変なキャラなんよ。だから、もしかしたらだけど、適当にキャンセルラッシュして、で、ラッシュショーパンで、まあ密着作って、まあそれはあんまり強い状況じゃないんだけど、密着作って、いやーでもそうだよ。密着作るは弱いよな。リレーショーパンとか打つのかな。でもリレーショーパン打ってもな。最速投げがいやーそうだよな。まあビオクラセコパンとか、ビオクラセ中パンとか。もちろん最速待っていいんだけど。って感じでタクった方がいいのかもしれない。そう。っていうのは思うかも。なんか何もしずに走りに行くぐらいだったら、一回ぐらい無理やりタクって、で、そんなにこっちの D ゲージの回復を咎めらんないの。でさっき弾打っちゃダメって言ったんだけど、相手の弾が打てない状況での弾は、すごい強いわけ。相手が弾を解除してるとか。逆になんか、エアソラバックジャンプできたとか。すると弾打てるから、そういう時は弾打っていいんだけど、自分から打つのは危ない。こういう時危ないよ。こういう時危ない。こういう時危ない。まあもしくは、まあ、まともに地上戦をしていくって話になるんだけど、まあそれはね、結構むずいと思うんだ。まあ、きついね。はい。これね、前捨てってさ、前捨てってプラスいくつだっけ？これマイナス1じゃん、前捨てって。プラ18カーの前捨てだからさ。マイナス1の攻めなんだもん、これ。なんだけど、端はね、お得情報を学ぶに。画面端で SS3 自分が背負った時に、自分が走ってる時の SS3 だけはね、実は歩きだけが埋まる。覚えて書いてください。端だけね。自分が端の時だけね。って感じかな。まあそんなとこかな。まあ、まとめると、コンボ選択がもうちょい良くなるよねって話と、あとはね、どうなんだろうな。でも自分から技振ってないね。剣戦にしても DJ 戦にしても、全く自分から技を振ってない。で、なんか、ふわふわしてる。まあ、ガイル使いだったから気持ちはわかるんだけど。なんか相手がミスするのを待ってる感じで、まあ、実際それで結構上に行けちゃうから、難しいんだけど、もうちょい自分から積極的に技を振っていかないと、もう早いと思うけどね。でもそろそろきついのかもね。このぐらいのランクからね。何を振るかっていうのは、組み合わせによって変わるんだけど、まあ、そこは、上手い人の動きを見て、こういう攻め方するんだなっていうのを、耐久出てるし、弾もまあ、ちゃんとっていうか、撃つのはね、ガイル使いだから、できてると思うんだけど、自分から行くのをちょっと、他の人のあれを見て覚えた方がいい。あと、コンボ。以上。ああいう時どうしたらいいですか？溜めてて弾打っちゃいけない時。前歩くだね。基本的に格闘ゲーム、まあ別に DJ 戦に限らず、大抵、どの組み合わせでもどのキャラでも、同じ共通の答えっていうのは、相手が何もしねえって思うんだったら前歩く。しかもこのゲームは D ゲージも回復するからなおさらいい。前に歩く。で、そんなに見返りないなって思うかもしれない。スーパーに、レジ袋代払いたくねえからっつって、エコバッグ持ってくぐらい見返りは小さい。でも持ってった方がいいじゃん。そういう感覚で前に歩いてください。以上です。トイレ行きます。まあでもね、意見はいろんな人の意見が出ると思うよ。いろんな考え方があるしね。俺がさっき言ったのは、ほぼほぼみんな見解一緒じゃねっていうところ。あんまり主観は入れずに言った。コンボ選択とかは誰が見てもそうだし、前に歩いた方がいいのも絶対そうだから。